あなたの電気代が来月から月2500円上がる可能性があるのだ。原因はペルシャ湾の向こう側にあるのだ。ペルシャ湾って今まさにイランと戦争してる場所ですよね。それが電気代に関係するんですか？どういう仕組みなんでしょう？今日解説するのは、イスラエルのイラン攻撃が引き起こした原油危機がアジア経済全体をどう揺さぶっているかなのだ。ゴールドマン・サックスのアジア太平洋チーフエコノミストが南チャイナ・モーニング・ポストに語った内容をもとに、日本人の生活にどう直撃するのかを3段階で解き明かすのだ。この動画を見ると、なぜ日本は比較的安全と言われているのに安心できないのかがわかるのだ。まず前提を整理させてください。今回の原油危機って、そもそもどういう経緯で起きたんですか？イランと戦争になっているとは聞いてますが、なぜ石油の問題につながるんでしょう？ペルシャ湾は世界の石油、天然ガスの大動脈なのだ。サウジアラビア、UAE、クウェート、イラクといった主要産油国の輸出は全部ここを通るのだ。そしてゴールドマン・サックスのアンドリュー・キルトン氏によると、ペルシャ湾から輸出される石油、ガスの大半はアジアに向かうのだ。つまりイラン戦争でこの航路が混乱すると、影響を最も受けるのはアジアということなのだ。それって実感としてどのくらいの規模感なんですか？ゴールドマンは具体的にどんな数字を出しているんでしょう？ゴールドマン・サックスは、紛争開始以来アジア全体のインフレ予測を平均で 1% 超引き上げたと述べているのだ。そして成長見通しはアジア全域で引き下げているのだ。インフレが 1% 上がるというのは、例えばコンビニのコーヒーが150円から160円になるだけじゃないのだ。電気代、ガソリン、食品の輸送コスト、プラスチック製品、生活のあらゆる場所に波及するのだ。ところがここで面白いことが起きているのだ。ゴールドマンはアジアを2つに分けて分析しているのだ。比較的守られている国と直撃を受ける国なのだ。日本、中国、韓国は前者。つまり戦略的石油備蓄を持ち、小売燃料価格に補助金を出せる余力があるとされているのだ。だから成長見通しへの調整は小幅にとどまると言っているのだ。日本が守られているというのは意外な気がします。石油はほぼ全量輸入なのになぜ守られているんですか？日本は国家備蓄と民間備蓄を合わせると約200日分の石油を持っているのだ。これは国際エネルギー機関の基準である90日分を大きく超えているのだ。つまりホルムズ海峡が半年間完全封鎖されても理論上は乗り切れる計算なのだ。これは1973年のオイルショックでトイレットペーパーまで消えたトラウマが生んだ教訓なのだ。あの時から50年かけて築いた防衛線というわけなのだ。1973年のオイルショック、学校で習いましたけど、スーパーから物が消えたり大変だったんですよね。あの教訓が今の備蓄制度につながってるって考えると、歴史って繰り返すんだなと思います。でも、理論上は乗り切れるって言い方が気になるんですよね。実際は違うということですか？鋭い疑問なのだ。ここが比較的安全という言葉の落とし穴なのだ。備蓄があっても、原油の価格自体が跳ね上がれば輸入コストは爆増するのだ。備蓄は供給が止まることへの対策であって、価格の高騰への対策ではないのだ。ゴールドマンは日本の成長見通し調整は小幅と言っているが、インフレの話では日本も例外ではないと認めているのだ。一方でゴールドマンが真に懸念しているのは、インドやタイ、フィリピン、ベトナムといった南アジア、東南アジア諸国なのだ。これらの国は日本より1人当たり所得が低く、エネルギーの海外依存度も高い、補助金を持続させる財政的余力も薄し、すでに補助金の対象を絞り込んだ国もあるのだ。最悪の場合、中央銀行が通貨防衛のために利上げに踏み切り、さらに景気が冷え込む悪循環に入りかねないと警告しているのだ。日本と東南アジアでこんなに差がつくんですか？でも日本の企業って東南アジアにたくさん工場を持ってますよね。あちらが景気悪化したら、巡り巡って日本にも影響が来るんじゃないですか？その視点が抜けていませんか？まさにそこが今回最も重要な連鎖効果なのだ。日本のサプライチェーンの話は次のセクションで徹底的に数字で見ていくのだ。実は日本人の投資、資産形成にも直撃する経路があって、NISA で積み立てている人は特に知っておくべき話があるのだ。ここまでの話を整理するのだ。イラン戦争でペルシャ湾の原油供給が混乱し、ゴールドマン、サックスはアジアのインフレ予測を 1% 超引き上げたのだ。日本は備蓄があるから成長への打撃は小幅だが、インフレという形での影響からは逃れられないのだ。そして東南アジアが深刻な打撃を受ければ、日本のサプライチェーンと輸出にも波及するのだ。では具体的に日本人の生活にどう影響するのか、数字で見ていくのだ。まず NISA で積み立てをしている30代の話をするのだ。毎月3万円を S&P500 連動ファンドに入れているとしよう。原油危機でアジア経済が悪化すれば、
新興国株、アジア株の比率が高いファンドは2割下落する可能性があるのだ。100万円分あれば10万、20万円が一時的に消えるのだ。NISA でアジア株を持っている人は特に注意が必要ということですね。私も積み立てをしているので正直怖くなってきまし。いや、でも、一時的という言葉が気になりました。長い目で見たら回復する話じゃないんですか？長期積み立てなら基本的には回復するのだ。ただし問題はいつまで続くかなのだ。ゴールドマンは今回の原油危機が短期で終わるかについて楽観的なことを言っていないのだ。むしろ東南アジアの一部では中央銀行が利上げに踏み切る可能性を示唆している。そうなれば景気後退が長引き、日本からの輸出も落ち込むのだ。トヨタやソニーがアジアで売れなくなれば給料にも影響が出るのだ。さらに円安の話もしなければならないのだ。原油が高騰すると日本はより多くのドルを払って石油を買わねばならず、貿易赤字が拡大するのだ。貿易赤字が拡大すると円が売られ、円安が加速するのだ。円安になれば輸入物価がさらに上がる。まるで螺旋状に降りていく構造なのだ。1ドル160円が170円になれば、同じ量の石油を買うだけで 6.25% 余計にコストがかかるのだ。ちょっと待ってください。私が当事者だったら絶対こう思います。だったら今すぐドルを買うべきじゃないか。で、円安が進むなら外貨を持っておいた方が資産が守れますよね。これって個人レベルでは合理的な行動じゃないですか？個人の選択としてドルを持つのは確かに一つの手なのだ。ただし注意点がある。もし紛争が終結や和平に向かえば、一気に円高反転が起きる可能性があるのだ。ゴールドマンのティルトン氏は中国については習近平、トランプのサミットが予定されており、そこが一つの転換点になりうると示唆しているのだ。一方的に円安を前提にするのは危険で、何かのきっかけで逆回転するのだ。冒頭で電気代が月2500円上がると言ったのだ。これは根拠がある数字なのだ。原油が現在より 30% 高い水準で半年続いた場合、LNG 価格も連動して上昇し、標準的な家庭の電気代への波及は月2000、3000円程度という試算があるのだ。備蓄があるから安心と思っていた日本人も、価格という経路でしっかり財布を直撃されるのだ。では今後3つのシナリオを示すのだ。シナリオ A、紛争が3ヶ月以内に停戦、原油価格は落ち着き、アジア経済は軟着陸、日本の電気代上昇は一時的で半年後には元に戻る。シナリオ B、紛争が半年、1年長引く、東南アジアで景気後退が本格化し、日本企業の輸出収益が 10% 程度落ち込む。シナリオ C、ホルムズ海峡で封鎖に近い事態が起きる。1973年型のオイルショックの再来で、備蓄消化後は供給不足が現実になるのだ。僕の正直な見立てを言うのだ。ゴールドマンの分析を読んで感じたのは、今回の危機が単なる価格問題ではなく、アジアの経済格差を一気に広げる構造的な問題だということなのだ。日本、中国、韓国は備蓄と財政力で守られているが、その陰でインドやフィリピンが追い詰められていく。これは対岸の火事ではないのだ。私たちが安いものを買えていた背景に、低コストで頑張ってきたアジアの工場があったからなのだ。比較的安全という言葉の裏側にこんなに複雑な構造があったんですね。今日一番刺さったのは、備蓄は供給不足への対策であって価格高騰への対策ではないという部分です。ずんだもん先輩はシナリオ A と B と C、どれが来ると思いますか？個人的にはシナリオ B の可能性が最も高いと見ているのだ。ただ一つだけ覚えておいてほしい数字がある。1% なのだ。ゴールドマンがインフレ予測を引き上げた数字なのだ。たった 1% に見えるが、これが2年続けば物価は累積で 2% 以上上がる。給料が追いつかなければ実質賃金はじわじわ下がるのだ。あなたはどのシナリオが来ると思うのだ？ A、B、C だけでいいからコメントで教えてほしいのだ。今日はイラン戦争が引き起こした原油危機とアジア経済への波及、そして日本人の投資、電気代、円安への連鎖を解説したのだ。毎週月曜日は週初マーケット展望をお届けしているのだ。チャンネル登録して次回も一緒に世界の動きを読み解こうのだ。来週も週初マーケット展望でお届けするのだ。今日も最後まで見てくれてありがとうなのだ。